こんな時間から昼寝とは。いいご身分だな、このクズ嫁が。夜勤明けで満身創痍の私に、こんなにもひどいことを言うなんて。いい加減にして。その言葉が喉まで出かかった瞬間、夫のスマホが震えた。夫はスマホを手に取ると、用事ができたから、今夜は帰らない。とだけ言って家を出た。その後すぐメッセージが。帰るまでに綺麗にしとけよ。私は怒りに震える手で返信を打ち込んだ。徹底的に綺麗にしておきます。当然だ。言ったな。後悔しても遅いからな。私は須田茜。看護師として働く33歳だ。夫の健二は同い年で、まあまあ大きな会社の社員。本人の中では自分はエリート社員で会社からも頼りにされていて、期待されているすごい人間なんだといつも言ってくるが、実際はそんなことはない。確かに夫は若くして課長に昇進したが、それも4年前のこと。昇進してからの成果はこれと言ってなく、すっかり窓際課長と周りから揶揄されてしまっている。そんなことを言われているとも知らず、夫は家に連れてきた部下に対して、俺のようにすごい人間になるにはな。なんてことを話しているのだ。それを聞いているこっちが部下の人たちに対して申し訳なくなってしまう。部下の人たちからも頑張ってくださいと言われてしまうほどだ。給料だってそこまでいいとは言えないし。現にこの半年はこんな様子だ。今月の生活費もお前の給料だけでどうにかしてくれ。また？もう半年も生活費を入れていないじゃない。仕事でいろいろと使うんだ。素直にはいと言え。夫は一度感情的になると歯止めが効かなくなる。そのため一旦了承して、機嫌がいい時に生活費の相談をしようと考えている。そうしてその時を待つこと、早半年というわけだ。こんなことを周りに言うと、なんで結婚したのと言われるが、これでもいいところはある。私が優柔不断な性格なのに対して、夫は思ったことはすぐに言う、悩まずに即決するという男らしさがあるのだ。私はそんな夫の性格に惹かれて結婚した。それから5年。最近になって、夫のその男らしさが限度を超えてきていった。さらには、夫の周りで怪しい雰囲気が漂い始めるようにもなってきたのだ。その怪しさというのは、私の仕事がとあるパターンの時に決まって醸し出される。そのパターンとは、日勤。つまり、9時から18時の勤務をし、そのまま病院で仮眠。その後、21時から翌朝6時までの夜勤が続くパターンだ。この日勤夜勤パターンを終えて帰宅すると、必ず家に違和感を感じるのだ。例えば、嗅ぎ慣れない香水の匂いがするとか、異常なほどに部屋がきれいになっているとか。今思えば、この時の私の女の勘というのは完全に当たっていた。この時から水面下で夫を疑い、行動をし始めた自分を、私は心の底から褒めてあげたい。そんな私の変化に気づくことなく、夫は相変わらずだった。その日も、私が例の日勤夜勤パターンの日だった。日勤が終わった夜18時過ぎ、いつものように夫からメッセージが来た。明日は確か夜勤だったよな。今日は家に帰ってこないんだよな。ええ、そうだけど。わかった。仕事頑張って。ありがとう。またか。私は思った。
夫はまるで私が家に帰らないことを念入りに確認するかのように連絡をよこしてくるのだ。こんなの怪しまないわけがないだろう。当の本人は自分の言動の怪しさに気がつかないものなのだろうか。私はそう思いながらも夜勤に備えて仮眠を取った。今は夫のことなんて考えている時間がない。とにかく寝ないと夜勤に支障が出ては困る。そして夜勤を終え、翌日の7時頃にいつものように車で帰宅した。夜勤明けは休日をもらっているため、仕事のことは考えなくていい。私はクタクタの状態でベッドへダイブした。昼頃、私は頭部に走った激痛で目を覚ました。見上げると、夫から頭に掃除機を当てられ、髪を引っ張られているではないか。痛い！何するの！顔をしかめる私に構うことなく夫は怒鳴った。いつまで寝てんだ。さっさと掃除しろ。どうやら夫は私が休みであることを知らないようで、普段私が起きる時間に起きてこないのでブチギレているらしい。今日は休みなのに。私がそうつぶやくと、夫はさらに語気を強めた。休み？いいご身分だな、このクズ嫁が。調子に乗るなよ。とにかく早く掃除しろ。私はもう言い返す気力すら湧かなかった。休みを取るのは就労者にとって当たり前の権利ではないのだろうか。それに自分だって休みの日はグダグダしているじゃないか。どうしてそんな自分のことは棚に上げて他人のことばかりを責めるのだろうか。どうせ仕事でもそんな態度だから、いつまで経っても窓際課長なのだろう。私はそんな不満を頭の中で巡らせながら、重い体を起こして掃除機をかけ始めた。これ以上文句を言われる方が疲れるため、黙って言うことを聞いていた方がマシだからだ。私が寝室の掃除を始めると、夫は満足したように黙ってリビングへ戻っていった。はあ、ひとまず切り抜けたわね。本当に、あの人は一度切れるとなかなか収拾がつかないんだから困るわ。私の不満やため息も、この掃除機がきれいさっぱり吸い込んでくれればいいのに。そんなくだらない幻想さえ抱きながら寝室の掃除を終え、私はリビングに向かった。ここで再び眠りにつこうものなら、おい、リビングの掃除がまだだろう。俺にこんな汚い場所で生活させるつもりか、なんて言われるのが目に見えているのだから。しかし、私のこの判断は間違いだったようだ。いや、結果的に、この判断のおかげで今の自分があるから、むしろ正しかったのかもしれないが。私がリビングに向かうと、夫はぐうたらとテレビをつけてソファーで横になっていった。いいご身分ね。調子に乗るなよ。私はそう背中に向かって心の中でつぶやきながら掃除機のスイッチを入れた。すると、夫は途端に掃除機よりも大きな声を上げた。うるせえぞ。テレビが聞こえねえだろ。何よ。掃除しろと言ったのはどっちよ。私はわざと聞こえないふりをして掃除を続けた。すると夫は、おい、聞いてんのかと机をドンと叩いた。その瞬間、机に置いていたコップに誤って手をかけたらしい。続けざまにこんな風に騒ぎ出した。おい、ジュースがこぼれた。早くきれいにしろ。私は呆れながらキッチンに布巾を取りに行き、拭きに行った。夫はそんな私に信じられないことを言い放った。おい、拭
服も汚れたんだから着替えも一緒に持ってこいよ。たく、気の利かねえ女だな。世の中の女はみんなこうなのか？私はこれには我慢の限界だった。いい加減にして。その言葉が喉まで出かかったその瞬間、夫のスマホが震えた。夫は即座にそれに反応し、スマホを手に取るとこう言った。用事ができたから、今夜は帰らないから。そうして夫は、私と倒れたコップ、床に広がるオレンジジュースを残して家を出た。私はもう、怒りのあまり何の言葉も出てこなかった。人間は怒りを通り越すと冷静になるとは本当だったんだ。私はもはや無に近い状態でフローリングを拭いていった。一通りきれいになると私は再び寝室に戻った。そうだわ。せっかく寝ていたのに邪魔されたんじゃない。掃除を続ける必要なんてないわ。バカバカしい。そう思って布団に入ろうとすると、スマホに通知が届いた。見ると、夫からだった。財布から2万円借りた。それと、俺が帰るまでに綺麗にしとけよ。カバンを確認すると、本当に2万円が抜かれている。私はこの瞬間、頭の中で何かがブチッと切れる音が聞こえた。そして、怒りに震える手でメッセージを打ち込んだ。徹底的に綺麗にしておきます。当然だ。言ったな。後悔しても遅いからな。気づけば、私は眠気や疲れも忘れるほどに覚醒していた。気持ちが冷めないうちにさっさと全て片付けよう。そう思い、家を出る支度を始めた。顔を洗いに洗面台に行くと、そこには歯ブラシが3本あった。私は身に覚えのない1本を半分に折ってゴミ箱にぶち込んだ。そして最低限の荷物と、水面下で準備しておいたあるものだけを持ってすぐに家を出た。車のエンジンをかけ、あるところへ向かった。インターホンを鳴らすと、扉の向こうにいつもの優しい笑顔が見えた。あら、あかねさん、いらっしゃい。突然すみません。ちょっとお話があって。そう。私は義実家を訪れたのだ。もう私の決意は固い。そのことを事前にこの2人には伝えておきたかった。本当にごめんなさい。こういうことになる前にちゃんと話しておくべきだったんですけど。あかねさんが謝ることはないわ。そうだぞ。悪いのはケンジだからな。義両親は結婚の挨拶に来た時から私のことを本当の娘のように思ってくれている。だからこそ今回のことを話すのはとても申し訳なく思っていた。でも義両親も夫がああいう性格だからいつかこうなるのではないかと内心を思っていたそうだ。それを聞いて私は拍子抜けしたような、それでもどこか安心したような、そんな不思議な感覚に陥った。義両親は今まで私が夫に受けてきた仕打ちを黙って最後まで聞いてくれた。そして全面的に私の味方になると話してくれたのだ。実はもう一つ話しておかなければならないことが。私はそう前置きした上で家から持ってきた資料を義両親に見せた。なんてことだ。その資料に激怒した義両親は私にとある復讐を提案してくれた。その日のうちに私は早速行動に移した。復讐はもちろんのこと、家にあったすべての荷物を実家へと運び出したのだ。
義両親は急なことにもかかわらず、その全てを手伝ってくれた。その日は、意外にも夫から連絡が来ることはなかった。そういえば、今夜は帰らないなんて言っていたっけ？私の荷物がないことにまだ気づいていないのか。のんきなやつだ。私はそう思いながら眠りについた。翌日、私は夫からの着信の音で目が覚めた。出るか出ないか迷ったが、早く正式に夫との関係を切りたかったこともあり、意を決して応答ボタンを押した。すると、予想通り、夫は開口一番怒鳴り声を上げた。おい、どうなってるんだ？金はどこにやった？それにお前の荷物は？私はそんな夫の怒声に冷静に対応した。お金？ああ、もう気がついたのね。綺麗にしろって言ってきたのはあなたでしょ？そう。私は義両親の提案で家族用の口座のお金を全額通帳から引き出していたのだ。と言っても、ここ半年間この口座には私しかお金を入れていなかったんだから、それは私のお金。何も悪いことはしていない。にもかかわらず夫は金切り声を上げた。はあ？お前にとっての綺麗は無なのか？頭がおかしくなったんじゃないのか？別におかしくなってなんかないわ。至って冷静よ。私にとってあなたとの関係そのものが汚いものなのよ。だから綺麗さっぱり終わらせてやりたかった。それだけよ。なんだと？ふざけるな！俺は有名企業の課長というエリートなんだぞ！そんな俺との関係が汚いだと？世間知らずがよく物を言ったものだな。夜食のお前の方がよっぽど汚いぞ。私はさすがにこの言葉は聞き捨てならなかった。夜食？なんてこと言うの。看護は立派な人の命を守る仕事よ。夜勤があるのだって24時間患者を見守るためよ。そんなこともわからないの。それにあなたは自分のことを有名企業の課長というエリートだなんて言うけど、そう思ってるのはあなただけよ。なんだと？あなたが家に連れてきた部下たちがあなたのことどう思っているのか知ってる？あなたは窓際課長って全員から思われている会社のお荷物なのよ。黙れ！人の仕事を見下すようなことを言うな！最初に見下したのはあなたでしょ。それに私は見下してなんていないわ。事実を告げているだけよ。その証拠に昇格してから一度だって成果を上げたことある？昇格したことある？むしろ言及してばかりよね。生活費がろくに払えないくらいに。私が今までたまりにたまった鬱憤をすべてぶちまけると、夫は気が狂ったようにこう言った。お前、よくも言ってくれたな。今の発言はモラハラとして訴えてやる。家の金を勝手に全部引き出したことだって訴えてやるからな。訴える？私はこの言葉を待っていた。訴えられて不利になるのはどちらか、それは分かりきっているのだから。そう、訴えるのね。じゃあ、私たちの関係性がよーく分かるように、弁護士さんに説明しないとね。私も、あなたの浮気の内容証明を送らせてもらうわ。写真やメッセージのやり取り、たくさん証拠は揃ってますから。裁判になったら、勝つのは私に決まっているわ。私の口から浮気という言葉が出た瞬間、夫は明らかに動揺し始めた。ちょっと待て。浮気、何のことだ？ごまかしたって無駄よ。興信所って本当にすごいのね。そう。私はこうなるずっと前から、夫の言動に違和感を感じ始めた頃から、興信所に依頼して、コツコツと浮気の証拠を集めていたのだ。バレてないとでも思った？
私のこの言葉に、夫はようやく白旗を上げた。わかったよ。訴えない。訴えないよ。申し訳なかった。申し訳なかったから。だから、お金を返してくれよ。このままじゃ俺生活できないよ。今までのことは謝るから。だから戻ってきてくれ。浮気だってもうやめるから。夫は突然、そんな弱気な発言を鼻をすすりながら並べた。はあ？今さら何言ってるの？そんな謝罪の言葉と涙だけで、私が今まであなたから受けてきた仕打ちを全て許せると思うの？それにあなた、自分の生活を守るために謝っているだけじゃない。本当に、最後まで自分のことしか考えられないのね。違う。そんなことはない。俺にはお前しかいないんだよ。頼む。許してくれ。夫はついに大声を上げて子供のように泣き始めた。私はそんな夫の声に共感性周知を覚え、静かに電話を切った。その後、私は夫と正式に離婚した。義両親が間に入ってくれたおかげで、スムーズに離婚することができた。そして私は元夫から慰謝料250万円を一括で支払ってもらった。これにて元夫との関係がきれいさっぱりなくなったため、私は清々していたのだが、どうやら義両親は私よりも元夫に対して怒っているようだった。なんと、私が用意した浮気の証拠を元夫の会社に送りつけ、元夫を退職に追い込んだそうだ。さらに、浮気女へも私に代わって慰謝料を請求してくれた。そしてもちろん、職も金も失った元夫には一切手を貸すことはなく、どれだけ助けを求められても無視を決め込んでいるんだそう。一方の私は、実家から今まで通り仕事に通っている。実家の安心感はやはり本当に桁違いで、夜勤明けの日もストレスなく休むことができる。そのおかげで仕事も今まで以上にうまくいっている。そんな環境を作ってくれる両親には本当に感謝しているし、これからしっかりと恩返ししていくつもりだ。